はい、こんにちは、サゴンです。今日はですね、お祝いすることがあります。やっと僕のチャンネルが登録者400人を超えました。100人超えた時がちょうど1年前だったんですけど、1年間、頑張った時もあるけど、頑張ったない時もあったし、なかなか進まなかった時もあったんですけど、皆さんのおかげで、やっと400人を超えました。これからも頑張って皆さんのコメントとかインスタの DM でもらう応援をちゃんともらって、これからも動画頑張って作ろうと思います。これからも400人になったから、今は500人を目指して頑張って動画撮ると思います。なら、続いて今日のお話をすると思います。今日はどんな話するかと、ちょっと思ったんですけど、最近人間関係の話ばっかりしたからかもしれないんですけど、最近も友達からも好きな人ができたけど、なんでその好きな人とメッセージ、LINE するとき、やりとりがあんまりうまくできないのかなとかの話をしたことがあるので、その話をすると思います。それは100% できるとかできないとかではなくて、僕と経験と僕の周りの人の話を聞いて、あ、それがダメだったから返信が来なかったんじゃないみたいな感じなので、それをちょっと参考にして聞いてほしいです。まずは多分その LINE のやり取りの中で、その会話の話のその中が中心でいる人が僕一人だけだったんじゃないかなと思う必要があると思います。多分好きな人だから僕の話をいっぱいしたくなるんじゃないんですか。だから、ご飯何食べたとか聞いたら、それで嬉しくて、僕は今日ね、何食べようかとめっちゃ迷ったけどさ、今日はカレーライスに食べちゃったのとか、めっちゃ美味しくてさ、そのカレーライスとか、めっちゃ、何々何々とか、いっぱいバーっと言ったら、その人は、そうか、そうだったよね。美味しかったよね。って終わるかもしれないです。そうじゃなくて、自分の話をすることもいいけど、その話を続けると思ったら、ご飯何食べたとか聞いたら、僕は昼にカレーライス食べたよ。あなたは何食べた？僕の話をいっぱいしたいの気持ちはわかりますけど、そんぐらいじゃなくて、ちょっと少ない。こんぐらいにして話して、その後は質問。あなたの話が聞きたいですみたいな感じで質問をするのが大事だと思います。だから僕だけの会話、僕だけの話じゃなくて、僕とあなたの話になるためにちょっと頑張る必要があるんじゃないかなと思います。それは緊張するとか、相手のために自分の話をしたいから気持ちだからそうする。間違いっていうか、そういうことじゃないかなと思います。2番目は、多分、それはちょっと逆で、僕だけの話じゃなくて、逆に、あなただけの話になることも、ちょっと気をつける方がいいと思います。LINE で、自分の意見は全然なく、あなたの意見だけ、僕は一緒に行きますみたいな感じで話したら、それも相手が疲れるので、例えば、あなた何食べたい？今日出会ったら何したい？とか聞いたら、僕は何でもいいから、あなたがやりたいことをやったら僕は嬉しいよ。とか。それは逆に自分の意見をいっぱい出して僕がやりたいことをやらせるのがちょっと礼儀じゃない、嫌になるかもしれないから、あなたの意見を100%聞いて頑張ります。みたいな感じになるのは、好きだからそうなるのは当たり前だと思いますけど、その相手については、その相手は私のこと全然考えないのかとか、興味ないから自分の話はしなくて、私だけの意見を出してほしいのかなに思うかもしれないし、そして、そのあなただけの話をするという人は、例えば、その相手から、今日はね、道歩いた時、私が大好きなアイドル見つけたよ、とか、道で偶然に出会って僕びっくりした、とか言ったとしたら、その時、そうなの
とか、よかったねとか、そういう短い返事だけ、よかった。そうなのくらいの返事だとしたら、その相手は、私の話に興味ないのかなになるし、続いて、その相手が何の話したらいいか、わかんなくなると思います。例えば今の好きな人との LINE を見て、その相手のメッセージと自分のメッセージを見て、自分がしたとか、そうだよ、そうなのとかの短い、そういう返事だけ抜けて、その LINE 見たら、多分そういう人たちは、その相手の話ばっかする LINE になると思います。だからそういうのは相手が疲れるのであんまり返信が来ないかもしれないです。だからそういう時は僕の意見も少し言ってなんかやり取りできるようにするのがいいと思います。その時は自分の話をしないからする問題なので自分の話を少しする方がいいと思います。例えば同じ話で私ね道歩いて僕が好きなアイドルを見つけたのめっちゃびっくりしたよって言ったらどんなアイドルとか聞くとかそうなんだ僕もなんか前にどんな女優さんと道に出会ってびっくりした時があるんだよとかそうなったらそっちがどんな女優とかそういう聞くかもしれないし僕がどんなアイドルって聞いたらそういうアイドルだよとかになってなんかやりとりができると思います。だからそういう2個の真逆なことなんですけど、それが大事で、会話だから僕と相手がやり取りできるために質問もしながら答えもちゃんとしながらそういう関係になるのがいいと思います。だからみんなそう言うんじゃないんですか。なんか好きな人と話つなげるためには質問をいっぱいしてとか、それも多くなったらさっき言った自分だけの話になりますけど、だからそういうことでなんかメッセージをやり取りしたらうまくなると思います。僕の考えはそうだと思います。なんか自分だけの話をめっちゃするタイプとか、あなたの意見絶対認めるからあなたの意見だけ欲しいですの人はどっちも疲れるからそれを考えて進んだらいいと思います。僕もそういう人間関係に上手な人じゃないので、100% 正解それが正しいっていうことはできないんですけど、僕の経験で見たらそういうのがいいと思います。じゃあそれで今日はなんで LINE のやり取りができないのかなについて話しましたけど、皆さんどうでしたか？もしそういう動画が面白かったらチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。そして僕インスタグラムもやっているので、僕のインスタグラムをぜひフォローして下のコメント欄とかインスタの DM で皆さんのいろんな意見を送ってくれたら僕がそれを見て次の動画を作るときに頑張って参考にして作ると思います。なら次の動画でまた会いましょう。バイバイ。